ワールドウォー2疑惑にようこそ。たった一人の歩兵があの巨大な鉄の塊戦車に立ち向かう。そんな常識外れを可能にした兵器バズーカ。今回はですね、歩兵に巨人殺しの力を与えた革命的な兵器バズーカがいかにして生まれ、戦場のルールを塗り替えたのか、そのイノベーションの物語を深く面白く紐解いていきましょう。もし今回の動画を楽しんでいただけましたら、高評価とハイプをお願いします。また最新の動画を見逃さないようにチャンネル登録もお願いします。さて、第二次世界大戦の映像なんかを見ると、もう必ずと言っていいほど登場するこのバズーカですけど、そもそもなぜこんな兵器が必要になったんでしょうか。第一次世界大戦の頃の戦車ってまだ歩兵の延長線上にあるようなのろまな鉄の箱でしたよね。それがですね、ほんの数十年で全くの別物になってしまったんです。第二次世界大戦の頃には戦車はより分厚い装甲と、あと強力な大砲を持って速度も格段に上がりました。はい。そうなると歩兵が築いた塹壕戦を一気に踏み潰して敵の後ろに回り込んで包囲するという、いわゆる電撃戦のような戦術が生まれるわけです。うわー、歩兵からしたらもう悪夢ですね。まさにあっという間に戦線が崩壊させられてしまう。持っている小銃や機関銃じゃもう全く歯が立たないわけですもんね。もちろん対抗する手段がなかったわけではないんです。ほトラックで引っ張ってくるような大型の対戦車砲とか、う。はい。地面に埋める地雷はありました。はい。ただどちらも機動力がなくて、奇襲してくる戦車に素早く対応するのは難しかった。対戦車ライフルというものもありましたよね。大きなライフルのような。ありました。しかしそれもですね、戦車の装甲がどんどん厚くなるにつれて威力不足が深刻になってしまったんです。そこでもっと強力で、しかも歩兵一人が手軽に持ち運べる対戦車兵器がもう喉から手が出るほど求められていたと。なるほど。そこでいろんな発明家たちが腕を振るったわけですね。その中のキーパーソンの一人がスイスのエンジニアヘンリー・モホープという人物です。彼が強力な対戦車手榴弾を設計していて、これがバズーカの心臓部分につながる最初の一歩になります。そのモホープさんの手榴弾、ただの爆弾とは違ったんですよね。それこそがこの物語の鍵で、モンロー効果、あるいは整形策略効果と呼ばれる原理です。モンロー効果、女優のマリリン・モンローとはもちろん違いますよね。違いますイメージとしては虫眼鏡で太陽の光を一点に集める、あんな感じです。ほう、爆発のエネルギーをギュッと一点に集中させるということですか。まさにご名答です。弾薬の中の爆薬の前の方をわざとへこませておくんです。金属製のお椀型のカップでくぼみを作っておく。わざとへこませる。はい。そうすると爆発した瞬間、そのエネルギーが全部そのくぼみの先の一点に向かって押し寄せるんですね。なるほど。その結果、くぼみを作っていた金属カップはもう超高温超高圧のメタルジェットというものになるんです。メタルジェット。金属の溶けたスプレーみたいなものです。このメタルジェットが戦車の装甲に触れると、まるでバターを熱いナイフで切るみたいに、いとも簡単に溶かしながら貫いてしまうんです。それはすごいアイディアだ。ものすごいアイディアでした。しかし大きな問題があったんです。問題ですか。この効果を出すためにはそれなりに大きさのある策略が必要で、どうしても弾頭が大きくなってしまう。手で投げるには迫ってくる戦車に対してはあまりにも無謀すぎる。なるほど。小銃の先につけて飛ばす小銃滴弾という方法もありましたが、これだと重すぎて反動がとんでもないことになるんです。ジレンマですね。そうなんです。そこでもう一つの技術が登場します。ほう。それがロケットでした。ここでロケットが出てくるんですね。はい。アメリカ陸軍兵器局では1930年代からロケットの研究が進められていました。まだ大きなものは無理だったんですが、小型のロケットモーターなら十分実用化できるレベルにあったんです。ふむふむ。そこである研究員がひらめいた。モホープの強力な弾頭にこの小型ロケットモーターをつければ弾頭そのものが飛んでいくじゃないか。天才的なひらめきですね。ロケットなら後ろにガスを吹き出す勢いで進むから、撃つ人が受ける反動はほとんどない。つまり無反動という最大の課題を一気にクリアできるわけです。そして1942年の春、研究室にあったスクラップの鉄パイプやら何やらを集めて即席のランチャーを作って試射をしてみると、これが大成功したんです。スクラップから。
同じ年の6月には陸軍のお偉方の前で正式な実演が行われ、もうその場で採用が決まった。こうしてバズーカが誕生したんです。まさに飛ばす手段のなかった強力な弾と、弾はなかったけど物を無反動で飛ばせる技術が運命的に出会った瞬間だったわけですね。イノベーションとはまさにこういうことだという典型例ですよね。ところで今更なんですけど、バズーカっていうのは愛称なんですよね。はい、そうなんです。正式な名称はロケットランチャーです。で、その最初のバズーカっていうのは本当に驚くほどシンプルだったそうですね。そうなんですよ。内径 2.36 インチ、長さ54インチの本当にただの鉄の筒。両端が開いていて、グリップとごくごく簡単な狙いを定めるための照準器がついているだけ。なんていうか時限場に置いてあるパイプみたいですね。まさにそんな感じです。ただいくらアイデアが良くてもこれを大量生産しないと戦場では意味がないじゃないですか。はい。そこで陸軍武器課がゼネラルエレクトリック社にとんでもない注文を出すわけですね。30日以内に5000機。5000機？これは事実上不可能と言っていい要求でした。ですよね。しかもゼネラルエレクトリック社は与えられた時間の半分近くを14種類もの試作品の製作とテストに費やしてるんですよ。残りの時間半分しかないじゃないですか。それで5000機。そうなんです。でもこれをやり遂げたと。はい。もう社を挙げての総力戦が始まります。総力戦？他の部署から熟練工を集めて、技術を持つ事務職員まで生産ラインに入って、果ては経営陣まで自ら資材を運んだっていう話です。すごいですね。で、結局間に合ったんですか？納入期限のわずかな79分前です。79分。資料によっては89分前なんて話もありますけど、いずれにせよ本当にギリギリで。いやー、奇跡ですね。まさに。でもそこまでして作ったってことは、それだけ戦場がこの兵器を必要としていたということですよね。おっしゃる通りです。この奇跡の生産がその後の爆発的な増産につながっていくんです。数がそれを物語っている。はい。1942年に約6万機だったのが、翌年は10万機。さらにその次の年には20万機と、あっという間に前線に行き渡りました。そしてこれが戦場にもたらしたインパクトは、その数字以上にすごかった。それまでは対戦車砲のような大きな兵器でしか戦車とは戦えなかったわけです。つまり戦車がいる場所にわざわざ重たい大砲を持っていかなければならなかった。しかしバズーカは兵士が入っていける場所ならどこへでも持ち込める。これが全てを変えました。狭い路地の曲がり角、茂みの奥、建物の2階の窓からでもあの巨大な戦車に対して致命的な一撃を与えられるようになったと。そうです。歴史上初めてたった一人の歩兵が個人の力で戦車を破壊する手段を手にしたんです。たった一人で？これは戦場における力のデモクラシー化とでも言うべき重大な変革でした。力のデモクラシー化ですか？はい。そんな画期的なバズーカ、具体的にどう操作するんでしょうか？オペレーションの部分ですね。2人1組で運用するんですが、その手順を見ると特徴がよくわかります。どんな感じなんですか？教科書に書いてある操作手順ってすごく細かいんですが、実はポイントは単純で、これが電気回路で動いていたという点なんです。電気？はい。引き金を引くとバッテリーの電気が流れてロケットのお尻に火をつけるというものすごく単純な仕組みなんです。装填手がロケット弾を入れて安全ピンを抜いて、最後にコンタクトワイヤーという細い導線をランチャー側の接点にちゃんと巻きつけないといけない。この接続がうまくいかないと、いくら車種が引き金を引いても何も起こらないわけです。そして安全面ももちろん大事ですよね。後ろにものすごい爆風が出る。はい、バックブラストですね。後方およそ15メートル以内には絶対に人がいてはいけないし、燃えやすいものがあってもいけない。狭い塹壕の中で撃つ時なんかは下手をすると自分たちがやられてしまう。はい、常に後ろを確認する必要がありました。狙い方にもコツがいるんですよね。そうなんです。何せ弾がそれほど速くはないと。はい、秒速約265フィート、だいたい時速 300km くらいです。プロ野球のピッチャーが投げるボールよりは速いですが、ライフルの弾なんかに比べたらもう全然遅い。ということは、動いている戦車に当てるのは至難の技なんです。どうするんですか？なのでリード射撃
つまり目標が進む先を予想してその少し前を狙う見越し射撃が必須になります。見越し射撃？教科書では1リードという単位が決められていて、それは車種から見た敵戦車の車体の長さ分だけ前を狙うこととされています。うわー、ただでさえ緊張するのにそんな難しい計算までしないといけないんですね。そしてその遅い弾がなぜ厚い装甲を破れるのか、それが先ほどお話ししたモンロー効果の凄さです。スピードじゃなくて。メタルジェットの熱と圧力で溶かすと。なるほど。初期の M6A1 っていうロケット弾でも76ミリくらいの厚さの鋼板を撃ち抜けたっていうデータがありますもんね。76ミリメートルというと、当時のドイツ軍の強力なティーガー1戦車の比較的薄い横や後ろの装甲に匹敵しますね。そうですね。ということは逆に言えば一番分厚い正面の装甲は抜けなかったかもしれないと。その通りです。つまりバズーカを使う兵士は戦車を倒すために弱点である側面や背後に文字通り命がけで回り込む必要があったわけですね。強力な力を得る代わりにとてつもなく大きなリスクを背負う必要があったと。そしてそのリスクを乗り越えてうまく戦車の急所を狙えた時にはまさに映画のような結果が生まれたわけですね。はい、凄まじい戦果が報告されています。イタリア戦線からの報告で、ある兵士が敵の戦車を狙い撃ったところ、弾が砲塔の付け根のところに命中した。すると次の瞬間、その戦車の砲塔が約12メートルもの高さまでまっすぐに吹き飛んだそうです。12メートル？ビルの4階くらいの高さじゃないですか？おそらく貫通したメタルジェットが戦車の中にあった砲弾を誘爆させたんでしょうね。戦車丸ごと爆弾にしてしまったわけです。なるほど。そしてこの凄まじい威力は何も対戦車戦闘だけに限りませんでした。コンクリートで固められた敵の統治下や機関銃の巣にも非常に有効だったんです。敵にしてみればいきなり大砲の弾が飛んでくるような感覚でしょうね。まさしく。その爆風の効果は本格的な75ミリ榴弾砲の弾にも引けを取らないと言われたほどです。この威力を見たドイツ軍の兵士たちはバズーカのことを恐れと驚きを込めてショルダー75、こう呼びました。肩に乗せる75ミリ砲、歩兵が一人で大砲を持ち歩いているようなものだったということですね。まさに敵にとっては脅威だったでしょうね。間違いないでしょう。そしてこのバズーカの無反動という性質がさらにとんでもない使い方を生み出すんですよね。バズーカチャーリーの話ですね。一番驚きました。チャールズ・カーペンター少佐という人物ですね。彼は L4 グラスホッパーというもともとは偵察や観測に使うための小さなプロペラ機に乗っていました。非力で武装なんて考えられていない華奢な機体ですよね。その飛行機にバズーカを取り付けちゃったんです。どうやってです？両方の翼の支えに3門ずつ合わせて6門のバズーカをくくりつけた。そんな無茶な。普通の大砲なら発射した時の反動で機体が粉々になってしまいます。ですよね。でもバズーカは無反動だからそれができた。彼はその改造した飛行機で敵の機甲部隊の上から急降下してドイツの戦車を何両も破壊したという記録が残っているんです。信じられない。観測機が戦車キラーになるなんて、まさに現場の創意工夫が生んだ奇跡のような戦果ですね。砲塔が12メートル吹き飛んだり観測機が戦車を倒したり、これだけ聞くとまるで無敵の兵器のようです。しかし実際に使う兵士たちにとっては深刻な弱点もたくさんありました。例えば先ほどの話にもあった弾の遅さですね。弾速が遅いがゆえにだいたい270メートルくらい離れるともう命中精度がガクッと落ちてしまう。弱点を狙うにはもっと近づかないといけない。そうです。でも近づけば近づくほど発射する時の光や煙、そして大きな発射音で自分の場所が敵にバレてしまうんです。ここから撃ってますよって大声で叫んでいるようなものですね。まさに。なので兵たちは工夫しました。例えばあえて機関銃チームと一緒に行動して機関銃を連射しているその音に紛れてバズーカを撃つとかですね。なるほど。発射音をカムフラージュしたわけですね。そしてもう一つもっと原始的で切実な問題がありました。と言いますと？電池の問題です。最初のモデルはロケットに点火させるのにバッテリーを使っていました。ところがこのバッテリーが寒さや湿気にものすごく弱かった。ヨーロッパの冬の厳しい環境では電池が冷え切ってしまって
いざ敵戦車が現れて引き金を引いてもうんともすんとも言わないということが多発したんです。命がかかっている瞬間にそれは怖い。なので兵たちは使う直前までバッテリーを自分の懐に入れて体温で温めておくなんていう涙ぐましい努力をしていたそうです。でもそういった現場の声がちゃんと兵器の改良につながっていくんですよね。はい。それがアメリカの軍事工業のすごいところです。戦場からのフィードバックを受けて次々とアップデートされていきました。発射時の爆風から車種の顔を守るための小さな盾がついたり、照準器がもっと使いやすいものになったり。一番大きな変化が M9 というモデルで採用された分割式ですね。長い膣を真ん中から2つによってコンパクトに持ち運べるようにした。これで狭いジャングルや塹壕の中でもより取り回しがしやすくなりました。それから電池の問題。バッテリーをやめて引き金を引くとその力で磁石が回って電気を起こす。手回し発電機のようなコイル式の点火装置に切り替えられました。これで天候に左右されにくくなった。そうです。最初はスクラップから生まれた即席兵器が戦いの中で兵隊地と一緒に成長していったという感じですね。まさに進化続けた兵器だったと言えますね。こうして振り返ってみるとバズーカがもたらしたものは単に戦車を壊せる便利な道具というだけではなかったんですね。それは戦場におけるパワーバランスそのものを揺るがす、考え方の変革でした。巨大なものには巨大なものでしか対抗できないというそれまでの常識を覆したんです。一人の兵士の手に戦車を破壊する力を与えたバズーカ。その誕生は技術のイノベーションであると同時にこの後もずっと生き続けていきますよね。そうですね。この後バズーカを参考にして作られたドイツのパンツァーシュレックやソ連の RPG シリーズなどさまざまな形でその思想は受け継がれていきます。ということは現代の戦場で使われるさまざまな対戦車ミサイルのご先祖様は紛れもなくこのバズーカだと。そう言っても過言ではないと思います。今回のエピソードいかがでしたでしょうか。もし面白いと思っていただけたらぜひこの番組のフォローや高評価をお願いします。また最新の動画を見逃しないようにチャンネル登録もお願いします。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。